はい、始まりました。今日は白タンです。本当に白タンですか？はい、本当に大人気シリーズの白タン編がやってきます。本当にやってくる。今回はちゃんとやらせていただきますので白タンって言ったらちょっと怒られた部分もあったんで、はい、今回はまずタイトル発表させていただくんですが、これから白タンの統率者を始めようと思ってる人におすすめの統率者を4体選んできました。今回は4体。はい、今日は4体です。ちゃんと4体だと。はい。何体か選んできたうちの4体です、今日は。はい。はい、で、まず1体目、早速いかせていただくんですが、はい、祖神の使徒テシャール、親っていう親っていう一応まず能力説明させていただきますと、はい、白4マナの22の飛行で、あなたが歴史的な呪文を唱えるたび、あなたの墓地から点数で見たマナコストが3以下のクリーチャーカードを対象としてそれを戦場に戻すという白茶タンのテシャール、おかしいですね、ゴリゴリの白茶タン。白茶タンも白ですから、はい、一応白茶タンの中で一応こいつおすすめだということで、はい、まず紹介させていただくんですが、はい、例えばどんな感じなんですかね。例えばどんなカードが入ってくるかというと、はい、アーティファクトでドローできるカード、はい、というものがまずはありますよね。いろいろありますよね。いろいろありますが、一応紹介させていただくのは両槌のガラクタというカード、はい、これはいいところは1マナで起動で自壊してドローできるという部分になります。はい、でそのアーティファクトをですね使い回すためのカードっていうのが入ってくる形になります。はい、例えばマイヤの回収者、はい、やっぱりアーティファクトじゃねえかっていう話なんですけど、こういった死亡した時に墓地にある他のアーティファクトカードを手札に戻すことができますので、ドローできるアーティファクトを回収して、マイヤの回収者を回収して、ということができるというカードになります。はい、でじゃあどうやってこの後勝っていくのかということなんですけれども、はい、結局墓地と場をですね、はい、アーティファクトがループしていくことによって勝っていくんですけれども、はい、なので作り台が必要という形になります。まあ、例えばクラフ族の鉄工所、はい、アーティファクトを作って2マナを加えると、はい、まあ、こういった形のカードが揃うと、はい、アーティファクトが場と墓地と手札とループして無限ドローになって、はい、無限マナになって、はい、なんかバリスタとか発射したりして勝てると。なるほど。という投資者なんですかね。はい、結構ガチめでもいけそうな強めの白タンの投資者っていうことになるんですかね。なります。はい。はい、まあここからは想像してほしいんですが、アーティファクト結構ありますよね。アーティファクトが収録されてきた時にテシャールに入るかどうかっていうのは、テシャール使いの方はいつも気にしてるポイントでしょうね。になります。もしこれからやられるっていう方もアーティファクトをちょっと調べてみたいなっていう人はね、うん、こいつちょっとやりとくかなと思うんですけども。そうですね。はい。はい、まあそんな感じですかね。はい、でここからは白タンの白タン一回置いときまして、はい、白タンのおすすめの統率者を紹介させていただきたいんですが、はい、希望の源ジアーダ、まず1体目いかせていただきます。はい、能力説明させていただきますと、2マナ22飛行警戒で、あなたがコントロールしていてこれでない全ての天使はあなたがすでにコントロールしている天使1体につき1個の11カウンターが追加で置かれた状態で戦場に出る。はい、でタップして白1マナ加えてそれが天使に使えると、はい、いうことで、まあ、ゴリゴリスタンダードでまだ生きてますか？ギリギリ生きてます。生きてますね。はい。まあこいつペオニアでもほらあるかもしれないですよね。天使ビートダウンありますね。ありますよね。はい。で端的に言うとこいつ天使ムキムキになる、そうですね。まあ、ご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、はい、例えばどんなのが入りますかって言いますと、そこの今のパイオニアに入ってくるような正義の戦乙女みたいな、はい、場に出たら4点ゲインしたりとかして、うん、天使出たら4点ゲインどんどんしてきますから。そうですね。結構5、6作とかだったら、うん、ライフゲインさんのきついですよね。きついです。はい。で輝かしい天使、こいつもパイオニアで活躍中。同じ組み合わせじゃないかっていうね。まあそんなん入れまして、はい、でなんでそいつらを紹介させていただいたかっていうと、テーマ内駅の天使っていうのが少ないので、はい、なるべくテーマ内駅のやつを入れた方がいいっていうことで、この2体を、はい、回るので、
どうしても重たい5マナ以上の天使だらけにデッキがなっちゃうと、デッキとしては回らないので、なるべく小さいの入れた方がいいってことですよね。そうですね。はい。で、まあそんな感じで、結果的には殴って勝っていくんですが、テンションビートダウンしていっぱい並べて、例えばセファラっていうカードがあるんですけど、全体に破壊不能を付与するような、こいつ結構簡単に出せちゃったりとか、こいつ1マナで出ちゃうしねやばいんですよね、なんでこいつとかも入ってくるということになりますかね。そうですね。でここからは想像していただきたいんですけども、天使なんて無限に収録されますよ天使ですよそうですね、主要部族なんで初版からいましたよねなんでしかもでもそれ天使納金なんですよ。納金ですよね。納金なんですけど、そもそもこのジアーダの方が納金なんで。なるほど納金が納金になってると。そうすごいですよね。だからかなり王道なデッキになりますんで、おすすめになりますかね。2体目の違った塩タンとしては2体目、塩タンとしては2体目のトトシタ紹介させていただくんですが、輝かしい聖戦士エーデリンなんですが、3マナ警戒 X4。X はパワーはあなたがコントロールしているクリーチャーの総数に等しい、ということで、こいつもまだスタンドでギリギリいるという形になりますかね。ゴリゴリのあなたが攻撃するたび対戦相手1人につき1体の白の11の人間クリーチャートークンをタップ状態で攻撃している状態でプレインズウォーカーかコントローラーを殴りに行けるということで、こいつ谷津戦ですと3体出てくるという形になりますね。例えばどんなカードが入るかと言いますと、トカシアの艦隊みたいな、場に出てドローできるみたいな、カードがあったりとかしてドローしていったりとかして、であとは最近収録されたオヘルタクみたいな、クリーチャーのトークンが3倍出ちゃうよっていう、もちろんエデンで使うと9体やばいなでそういうトークン増やすカードとかと相性もいいですし、そんなんでやってきまして、最終的にどんなカードでぶん殴っては勝つんですけどね。ぶん殴っては勝つんですけど、フィニッシュカードとしまして聖戦士の進軍というカードがありまして、これはクリーチャーがコントロール下で戦場に出るたびにその各クリーチャーの上に11カウンターを置く、ということで3体出たら全員33カウンターがやばいっすねこれまさかのオフェルタクがいると救急は全部上がるってことですかやばくないですか。でエーデリンは何段上がってることになるんですかみたいなことで勝っていきますんで、ここからは想像していただきたいんですが、統率者ダメージで勝つっていう選択肢もありますし、トークンで横並びでダメージで勝つっていう選択肢も取れるということですよね。そうですね。でしかも白タンなんで、何が来ても強化されると。こいつ何にも縛られてないので、構築の制限が、すごい自由に組んで、殴って勝つことができる統率者ということにはなります。いいですよね、強化されていく未来しかありませんので、おすすめになりますということで、最後に一体どうしてもご紹介したい統率者がいるんですが、太陽に祝福されしダクソス。嘘でしょみたいな嘘おすすめなのねまず能力説明させていただきます。2マナ 2X X はタフネスです、タフネスは白の新人に等しいです、であなたがコントロールしていてこれでないクリーチャー1体が戦場に出るか死亡するたびあなたは1点のライフを得るということで、いわゆるソウルシスターズ系のカードになるんですが、そうですね。例えば魂の管理人でありましたり、でいっぱいクリーチャー並べてって減したりとかして死亡してもラス打たれても打っても減するということで、あと希望の追い分けみたいな、減して2マナ払うとワンドローできるっていうカードが一番強いカードなんですけど、このデッキでドロソとしてはいいという、で最終的にどうやって勝っていくのかって言いますと、忍耐の試練みたいなカードがありまして、ライフが一定以上だと勝利するできるみたいなやつ、そんなんで勝てんのかとアップキープですよねっていう話になるんですが一旦回ってきて残ってれば勝てるみたいなカードがあるんですが、今そんなんで勝てんのと思った方いると思うんですよ。
勝てるんですね。そんなんでも勝てるように頑張って構築をしてくださいというような形にはなるんですが、そうですね。で一応想像していただければ分かると思うんですが、ライフゲインのカードなんて無限に収録されるんですよ。はい。しかもライフゲインっていうところをどんどん甘く見られていってるんで、そうですよね。雑にライフゲインするカードが増えています。もうなんか X の2倍増えるライフゲインするみたいなカードありますよね。そうですね。はい。なんでもうこいつは未来は明るいんで、かなりカジュアル卓だと楽しいですし、結構強めな構成になってますんで、一応僕たちの動画でかつて紹介されまして、やったことがありますんで、概要欄に貼っときますんで、ぜひそちら見ていただきたいんで、めっちゃ面白いデッキになってますんで、ちょっとハードル上げちゃうとあれですけど、かなり自信があるデッキ構成になってますんで、そちら見てくださいということになりますかね。以上で4体紹介させていただいたんですけど、いかがだったでしょうか。ちゃんと白タンだった。ちゃんと白タンでしたよね。他にも白タンでおすすめのトート社ありましたらコメントいただけたら嬉しいですということで、あとチャンネル登録なんとかお願いします。お願いします。今回の動画は以上になります。おしまい。